現在視聴している BL リストの中からピックアップした10本の作品、あなたが見たいものはありませんか？リクエストが多ければダイジェスト版を作ります。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。 My Magic Prophecy。 インは未来が見える不思議な力を持つ。友達に頼まれタップ石を占ったところ、血まみれで倒れる彼の姿を見てしまう。だが当の本人は全く信じようとしない。放っておけないインは何度も彼を助け、ついにはタップの家族のお願いもあり、犯人が捕まるまでバンコクを離れインの実家へ避難することに。だがそこは事故で両親を亡くしたインにとって過去の傷と向き合う場所でもあった。同居生活の中で2人は少しずつ惹かれ合っていく。ちなみに私はイン役のシーが大好きなので、ラストトワイライトもぜひどうぞ。次は私がずっと待っている9月27日リリースの Wicked Game。 物語の中心はタン。彼は私立病院経営者の冷酷で計算高い末っ子フィームの警護を任され、一大ドラマに巻き込まれていく。病院のグランドオープンで暗殺未遂事件に見舞われたタンは勇敢にもフィームを救い、その後彼の専属ボディーガードとして雇われる。危険が高まる中、タンはフィームの冷酷な外見の裏に隠された苦悩と家族の暗い秘密を明らかにしていく。同時にタンの温かい心はフィームの防御をゆっくりと溶かしていく。ボディーガードのロマンスを軸にミステリー、そして感動的なサスペンスが織りなすスリリングな物語が展開される。2人の強烈な化学反応、多層的な性格、そしてゆっくりと燃え上がる感情を想像しただけで絶句。第2のキンポーシュになるのか。受けがめめしいタイプよりもオス気質だったり悪賢かったり、どこか一筋縄ではいかない系が好きなので、このウィックゲームのストーリーラインと受けにはかなり期待している。次は Kill to Love。 中国時代劇 BL が大好きな私にとって Kill to Love のリリースは体温計が壊れてしまうくらいの興奮だった。物語は大使が六王子シューハーを殺そうと狙う一方で、シューハー自身は大いに全く興味がない。こうして壮大なる宮廷 BL が展開していく。シューハーの幼なじみであるデュアン一族は将軍の家系だったが、反乱の罪を着せられて一族皆殺しにされてしまう。唯一生き残ったデュアンは隣国に逃げ延び赤衛軍に助けられ、彼らと共に大使への復讐を誓い、成長した彼は自らシューハーに接触し目的を果たそうとする。しかしシューハーも一筋縄ではなく、大使を狙う刺客がデュアンだと知りながらあえて彼の行動を見極めようとしていた。さらに気になるのは大使の飼い犬ホーインの存在。彼は自分にひどい仕打ちをし続ける大使に忠誠を貫くのか、それとも終始自分を助けてくれる六王子の専属医師に心を寄せるのか、その行方にドキドキしながら見守っている。次は Memoria of Ratty。 1900年代のサイアムにフランスの死者がやってくる。主人公のラッティはフランスで教育を受けた教師で、エリート官僚にフランス語を教えるためにホームタウンに戻る。そこで T と出会い、2人は不可能と思われる恋に落ちる。 T は高官の息子であり、王室に仕える貴族およびエリート官僚層にしっかりと位置づけられている。1915年当時、この階級は王宮と強い結びつきを持ち、社会的政治的に大きな影響力を持っていた。対照的にラティはフランスで教育を受けたものの貴族の生まれではない。彼らの関係は禁断の愛だけでなく、貴族の特権と近代教育という階級間の分断も反映している。 T の祖母は家族の階級のため息子を好きでもない女性と結婚させ、孫の婚約までも独断で決めてしまう。ラティは短い滞在の後フランスへ帰国し、二度と T に会えないだろうが、2人は共に過ごせるわずかな数ヶ月を大切にし、一生に一度の思い出を作ろうとしていた。次は Revamp。吸血鬼題材は必ず見るので、リバンプがどう展開されるのがとても楽しみ。パンは友人から損傷した絵画の修復を依頼され、しぶしぶ承諾。しかし絵画の前に立った時、突然そこには鎖でつながれた人影が現れた。しかも近づいてみると、彼はパンの夢に繰り返し現れていた人と瓜二つだった。思わずラミルと夢で呼んでいた名を口にすると、その男は目を覚まし、
なぜ自分の名前を知っているのかと問いただしてくる。パンは知らず知らずのうちに1世紀以上も絵画中に囚われていた吸血鬼ラミルを解放してしまったのだ。だが彼は力を失っていた。結局は人間と吸血鬼。果たして2人の愛は本当に永遠に続くのだろうか。お茶目なラミルも好きだけど、力を取り戻した後は冷ややかで穏やかなヴァンパイアとして君臨してほしい。そんな姿を見せられたらもう今夜は眠れない。次は Rearrange。 親友ナットの死、そしてバンド結成という2人の夢を同時に失ったウィン。44歳を迎えた彼に17歳の自分へ戻るチャンスが与えられた。今度こそ夢を叶えたい。そしてただの親友ではなく恋人として歩んでいきたいと願うのだが、勢い余って告白しそうになった結果、なんとストーカーと勘違いされてしまい、スタートから前途多難。本作は音楽と友情、そして恋愛が交差する青春ドラマとして多くの視聴者の心を掴んでいる。ウィンとナットの関係性や変化やバンド活動を通じて成長していく姿が書かれ、感動的なストーリーが展開される。また過去を変えたいことで未来がどう変わるかというタイムトラベル要素も加わり、物語に深みを与える。シリアスなテーマをコメディタッチで描くことで視聴者に笑いと涙を提供している。次は I'm the most beautiful count。現代の人気 LGBTQ アーティストであるプリンスは、ある朝目覚めると古代トンブリー王国の貴族ワラデットの体に転生。ワラデットは服毒自殺を遂げたはずの人物で、プリンスはその死因を解明しない限り現代に戻れないと告げられた。仕方なく記憶を失ったワラデットになりすまし調査開始。その過程で複数の恋と複雑な人間関係と政治的陰謀に巻き込まれていった。またワラデットの隠された恋人との関係も明らかになり、同性愛に対する社会的な偏見と戦いながらプリンスは真実を追い求める。本作はタイムスリップをテーマにした BL ドラマで、現代と古代の文化や価値観の違いを描きながら同性愛に対する社会的な偏見と戦う主人公の姿があった。政治的陰謀や恋愛模様が絡み合い、視聴者を引き込むストーリーが展開される。また豪華な衣装や美しい映像も見どころの一つ。タイムスリップというファンタジー要素と同性愛というテーマが融合した新感覚の BL ドラマ。次は Secret Lover。 ジュンシーとトウは幼少期からの親友で、大学の演劇部で共演することに。トウは長年ジュンシーに対する思いを抱いており、関係を深めるためジュンシーに模擬デートやキスの練習を提案。最初は戸惑っていたジュンシーも次第にトウの真摯な気持ちに心を動かされ、2人は秘密の関係を始める。しかし家族や職場での問題、将来の進路など様々な困難が2人を待ち受けている。本作は幼なじみから恋人へと変化する微妙な感情や秘密の関係を築いていく過程を丁寧に書いている。また家族や社会からのプレッシャー、将来への不安など現実的な問題にも焦点を当て共感を呼び起こす。次は Doctor's Mind。 大学を舞台にしたタイ BL ドラマ Doctor's Mind は、医療学部と工学部という異なる学部の学生たちの恋愛模様を描いた作品。主役カップルもサブカップルも医学部×工学部の組み合わせになっている。主人公のナイトは工学部の先輩でマイのことが大好き。彼はひたすらマイにアプローチし彼氏になることを目指すが、マイの兄とは顔を合わせるたびに殴り合うほど仲が悪い。その理由は物語が進むにつれてマイ自身にも影響してくることが明らかにされる。一方サブカップルであるパーとカーンの関係もユニーク。パーは遊び人で軽い印象があるが、カーンに対してだけは真剣で一途。パーは積極的にカーンを追いかける様子と、カーンが本当にパーを好きなのにそれを隠そうとして拒もうとするやりとりは見てて微笑ましく楽しさを感じさせられた。俳優たちの演技力や物語のテンポはやや期待を下回る部分もあるが、それを補ってあまりあるのがカップルたちの関係性や学部間の対比を生かしたストーリー展開。胸キュンの恋愛描写がバランスよく混ざっており、対大学 BL ファンにとって十分に楽しめる作品と言えるでしょう。次はケム・ジェラ。ケムは幽霊が見える。そして彼の家系の男性は代々呪われており、21歳になる前に死ぬ運命にあった。母親は彼を守るために女性の名前を与えたが、彼が身につけていたお守りが幽霊に攻撃され、その力を失ってしまう。親友のジェットはケムを救うため自分の師匠である古代魔法を扱えるファラオンの元へと連れて行った。
しかしファランはケムに冷たく毒舌ばかり。ケムには理解できなかったが、それでもなぜか彼に強く惹かれていった。以上、現在視聴している BL リストの中からピックアップした作品でした。ダイジェスト版を見たいと思う作品があればぜひコメント欄で教えてください。ちなみに次回は逆愛後半のダイジェストをお届けする予定なので、待っている方がいれば通知ベルをオンにしてください。また次回お会いしましょう。ではでは。